このディスプレイを見る限り価格以上の性能あるんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらになります。ブラックビューの Tab 8 Wi-Fi という Android タブレットをご紹介したいと思います。こちらのモデルはブラックビュー様の方から提供いただいたものになります。ここ最近 Android タブレットをご紹介していますが、今回のモデルはなんと1万円台前半というね、非常に格安のモデルになっているんですね。実際このクラスのものでもどれぐらい動くのかしっかり見ていきたいと思います。というわけでこの後に箱をね、開ける開封の方をしていきたいと思います。中身の確認やまた外観のチェックした後にざっとスペックの方をご紹介します。そして後半にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ブラックビュー Tab 8 Wi-Fi と出ています。では中身にね、確認していきましょう。まずね、タブレット本体、そして USB Type-C の充電ケーブルが同梱されています。そして充電器はね、海外仕様のプラグになっています。そして最後にユーザーマニュアルも入っています。ちなみにこちらのユーザーマニュアルは日本語に対応したものが入っていて、外観の各機能の名称がしっかり記載されています。これ結構いいですね。背面もね、こんな感じですよと出ています。というわけで外観の前にざっとね、主な特徴を見ていきたいと思います。まずディスプレイサイズは 10.1 インチの HD ディスプレイですね。IPS になっています。解像度はフル HD ではありません。そしてメモリーとストレージになりますが、こちらモデルは 4GB のメモリ、そしてストレージは 128GB になっています。バッテリーの容量になりますが、6580mAh のバッテリーを積んでいます。ですので、通常のスマートフォンよりはやや多めという感じにはなりますね。ただタブレットになりまして、しかもこれね、4G LTE には対応していないということですので、バッテリーの持ちは意外といいんじゃないかなというふうに予想されます。そしてカメラの性能になりますけども、フロントカメラ、こちらにありますけども、これは800万画素になっています。リアカメラ、背面にありますものは1300万画素となっています。そして背面を見ていただきますと、金属ボディではなく、音からしてもプラスチックボディになっています。また背面にカメラがありますが、1300万画素のカメラということでしたが、もう一つついているように見えますけどね、こちらはダミーじゃないかなと思います。そしてフラッシュもついています。このあたりすごいですね。そしてサイドになりますと、こちらに電源ボタン、ボリュームキーがついています。そしてなんとね、この角の部分に 3.5mm のイヤホンジャックもついています。そして上部になりますが、こちらに USB Type-C のポートがついています。またマイク穴があります。こちらがですね、マイクロ SD のスロットになっています。ブッシュ式ですね。そしてね、横向きになった時の下側になりますけども、スピーカーがついています。デュアルスピーカーですね。ステレオということになります。そして反対側のサイドには何もありません。ということで、横向きに持った時に、スピーカーが下側に来るということになります。ですので、このように置いた時に下から音が出る感じになりますね。そして縦に持った時は左側から音が出るというような仕様になっています。ではこちらのフィルムを剥がしてみたいと思います。剥がしてみましたがいかがでしょうか。ベゼルの方を見ていきたいと思いますけども、こちらのメモリであれば 12mm ほどになっています。そうですね。だいたい 10mm から 12mm ほどになっています。ではね、重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 533g となりました。このクラスのものとしてはね、妥当な重さだと思います。というわけでこれから使い始めたいと思います。初期設定をしてしばらく使った後にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず最初になりますが、それは気になる動作感になります。まずね、横スクロールからやってみたいと思いますが、こんな感じになっています。結構滑らかじゃないかなと思います。決して有名な SoC が搭載されているわけではありませんが、このように結構横スクロールね、滑らかに動いてくれます。そして縦スクロールになりますけど、こんな感じで動作します。結構滑らかなんですよね。そしてね、こちらの画面になりますが、縦スクロールの動きがこのようになります。早くスクロールすればこのようにカクついてしまう感じは否めません。とはいえ、めちゃめちゃ遅いっていうわけではありませんね。指の動きにちょっと遅れてくるってことはありますけども、止まってしまうっていうことはありません。価格相応の動作にはなりますが、そんなにね、めちゃめちゃ遅いっていうことはないと思います。では動作感に関しまして、また Google マップではどんな動きになるかも見てみたいと思います。今、新宿を Google マップで開いたところになりますが、光回線の Wi-Fi で接続している状況でこのような読み込み速度になっています。では拡大の方をしてみたいと思いますが、ややもっさりする感じはありますが、そんなにめちゃめちゃ遅いっていう感じはしませんね。
細かい情報を表示しますと、読み込みをしていますけども、即座にね、表示されるわけではありません。航空写真の方を表示してみたいと思いますけども、はい。外側を見ていただきますとね、読み込みされているのがわかります。初めての場所でありますとこんな感じになりますけど、2度目に表示された時にはすでに読み込みされていますので、表示に関しましては早くなると思います。ただ、光回線の Wi-Fi でこのぐらいのレベルであれば、そんなにね、不自由しないんじゃないかなと思います。とはいえ速いっていうわけではありませんが、このぐらいの速度があれば十分じゃないかなと思います。ちなみにアンツツベンチマークのスコアになりますが、私が行ったテストであれば10万3055点となりました。ということで10万点は超えてきたということになりますけども、エントリーモデルのスペックになっています。今ね YouTube 上の 4K 動画のチャンネルを再生していますけども、画質の設定を2160にしてあります。コンテンツとしては 4K を今流している状態になります。その状態でこう見ていただきますと、結構ねこのディスプレイでも綺麗に再生されますし、決して映像は 4K にはなっていませんが、滞りなくね再生することができます。つまり CPU の性能としてはパワーは十分備わっていることがわかります。結構綺麗なんですよね。これはちょっと意外でした。このディスプレイを見る限り価格以上の性能あるんじゃないかなと思います。では気になります音質ですね。スピーカーはねこちらの下側に左右2つずつありまして、デュアルスピーカーになっています。では YouTube 上の著作権フリーの音楽を流してみたいと思います。ということで聞いていただいていかがだったでしょうか。左右両方から音が出るという意味ではステレオにはなっているんですが、決してね高音質っていうわけではないですね。例えるならば AM ラジオ以上 FM ラジオ以下という感じになるかなと思います。私の耳にはそのように聞こえますけども、ただ決してそんなに音が悪いっていうわけでもなく、いいというわけでもないっていう感じですね。このあたりもやっぱり価格相応になってるかなと思います。ですので音質そんなにこだわらなくて、ラジオアプリを使ってね流し聞きをしておきたいとか、そういうライトな使い方する方にとっては全然問題ないんじゃないかなと思います。低音から中域にかけてちょっとね欠けているような部分があります。どちらかというと高域が得意分野になると思います。もしこちらで Amazon プライムビデオやNetflix とか映画などを楽しみたい方は、ぜひこういったイヤホンなどを使った方がいいんじゃないかなと思います。では次にバッテリー持ちに関してになりますが、こちら開封してから1回だけ最初満充電しました。そしてかれこれ 3,4 日ぐらい経つんですけども、まだバッテリーの残量が 42% ほど残っています。ちなみにバッテリー容量は先ほどもお伝えしましたけど 6580mAh になっていまして、このサイズにしてはちょっと大きめだと思うんですね。というのはもっとね大きい 8000mAh 以上のタブレットっていうのは当然ありますけども、それは価格もっと上のクラスになりますので、1万円ちょっとのお値段でこのぐらいのバッテリー積んでくれてるのも結構いいんじゃないかなと思います。ですのでバッテリー持ちに関しましてはね、1日結構フルに使ったとしてもそんなに減らないんじゃないかなと思います。今撮影しましたのがこんな感じになります。ちょっと暗い感じはしますね。ですのでね、これはメモ程度に使うっていう感じにはなると思います。そして動画の方にね切り替えてみましたけども、撮影しました動画がこんな感じになります。やっぱりこの照明の下ですの暗くなっているのかなという感じはします。タブレットでガンガン動画撮影するっていう方もそんな多くはないと思いますのでね、一応ついてるっていうレベルになっていると思います。はい。というわけで今回ブラックビューのタブレットですね。タブ8 Wi-Fi というモデルをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ちなみにこちらね、Wi-Fi 6対応ということでね、なかなか驚きのスペックにもなっています。先ほどご紹介しましたように動作感に関しましては、まずという感じはします。ここはね、価格相応になりますので、お安いモデルにしてはということになります。ライトに使いたい方にとってはいいんじゃないかなと思います。ただね、他の部分でちょっと気になるところとしましては、まずね、認証系になりますね。ロック解除
除する際にはパスワード設定するか、もしくはねスワイプで解除ってことになりますけど、このカメラを使った顔認証と、そして指紋認証ですね、そちらには対応していません。ですので、どこかね学校や職場など持っていきたいという方であれば当然ロック必要になりますが、あくまでも指紋認証と顔認証はできませんよってことだけはねちょっと踏まえておいた方がいいと思います。というわけで、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひねご覧いただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。